Tokyo Music Radar。 今夜のゲストは東京発ガールズラウドロックバンド花冷えのボーカルゆきなさん、そしてギター&ボーカルのまつりさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてですね、私。はい、ただ2022年のティムのYouTube のショーケースライブにご出演されてたと思うんですけど、私ナギーレンというグループで普段活動していて、確か同じ日にスタジオにはいたっていう。でも一度お会いしてるってことですね。いやご挨拶はでも多分できなかったんですよね。そうなんです。確かそうで結構交代してる感じでしたもんね。そう結構ドタバタの現場ですよね。ドタバタ見えない感じでした。いやでもYouTube で拝見しておりました。私はなので同じありがとうございます。なので今日ちょっとお会いできてすごく嬉しいんです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ちょっと簡単に私の方からプロフィールをご紹介させていただきます。東京を拠点に活動するゆきな、まつり、ヘッツ、チカの4人組でスクリームとメロディーを融合させたラウドロックをかき鳴らすガールズバンド。2023年にヨーロッパツアーを成功させるなど海外フェスにも多数出演している最注目バンドです。ということで、2023年からもう本当にヨーロッパを飛び回っていらっしゃいますよね。はいいかがですか、そのヨーロッパの後でねまた詳しく伺おうと思うんですけれども、本当に今海外を本当にいろんなところを飛び回っていらっしゃると思うので、ちょっと今そのヨーロッパで活躍されているお二人からちょっといろいろ後でお話を伺おうと思うんですけれども、まずですね、花冷え、今年バンド結成10周年を迎えました。おめでとうございます。ありがとうございます。率直にいかがですか、10年経ってみてどんな10年でしたか？いや10年経っちゃったのかいやそうですね、やっぱ始まりが結構私たち高校生の時に結成したバンドなんですよ。なので学生の時もあり、大学生の時もあり、バイトしながらっていうのも得て、今こうやってメジャーデビューもさせてもらって海外行ってみたいななんかいろんな層があるので、でもなんかあっという間だよね。なんか振り返るとあっという間いろいろあったなとは思うんですけど、体感あっという間で、しかもそうですね、高校生の頃からって言ったらきっと関係性は多分あまり変わらないだろうから、その時の雰囲気のまま来れてる、そうですねっていうことですよね。だからなんか本当つい一昨日ぐらいまで一緒に学校行ってたんじゃないかみたいな空気感を感じる瞬間もありますね。そうか、祭りなんかこれも好きですねみたいな、やっぱお互い分かるというか。素敵ですね。その関係で10年やってきて、であっという間とはいえでも本当に多分いろいろあったとは思うんですよ。10年前に描いていたその花冷えの未来図と今でどうですか？何か違いあったりとか、逆になんかこういうお仕事こういう場所で歌えると思ってなかったけどこんなとこ立ってたんだとか、そういう発見とかいろいろありましたか？いやこれ私祭りが覚えてるか分かんないんですけど、ゆきな的には高校生の時に、ノートに目標みたいなのを書いてたんですよ。マキシマム・ザ・ホルモンさんと対バンしたいとか、日本のフェスにめっちゃ出たいとか、なんか書いてた中に、日本のラウドロック界の女王になりたいって書いててちょっとそれはね今後も叶えていきたい夢なんですけど、そこに書いてたことってそれこそ、マキシマム・ザ・ホルモンさんとも対バンさせてもらえましたし、シムさんとかコールドレインさんとかもうそれこそ私たちが憧れてたバンドの先輩と共演させてもらう機会がありがたいことに最近増え始めて、なんかやっぱそういう言ったもん勝ちじゃないですけどなんかそうやって書いてたの、そういえば書いてたなってふと思い出して、もう怖いもの知らずだったので、それはね、当時もう何でもできると思ってたよね。でも確かに、でも海外は行けると思ってなかったですね。海外は話題にもあんまりそのイメージができなすぎて、まず日本ってなってたんですよ、全員。だ
からとんでもないことを経験させてもらえてるなってわあ本当に。最初ヨーロッパ、その海外でライブするよってそのきっとスタッフからね言われたと思うんですけど、その時はどういう反応だったんですか？いけんの本当にみたいな大丈夫みたいな、なんか英語の歌詞あんまないけどって思いながら、結構日本語の歌詞はいが多いので、メインはね、そうですよね。本当に聞いてるんでしょみたいな、ね、需要の大丈夫かなみたいなこう不安はやっぱりありましたね最初。いや SNS とか当時見ていてもやっぱり日本の方の反応の方が多かったというか、そっちがメインだったんですかね。いやそれはまあ確かに、YouTube のコメント欄とかはかなりいろんな国から、いろんな国の方からメッセージもらってて、なんか自分たちのこと言ってもらってるのに、会えてもないしライブもできてなかったので、全くなんか実感が湧かないみたいな、なんかいっぱい増えててありがたいねみたいな、そうだね。くらいだったね。こう検索しないとやっぱいろんな言語でなんて言ってくれてるかが分からなくて、もう一個一個こう言ってくれてるんだ、ありがたいなでもちょっと終わっちゃってたよね、ありがたいなで、まさかちゃんと会いに行けるとはと思ってすごい嬉しかったですね、行けた時は。確かな実力ですよね。スタッフの皆さんも絶対花冷えなら行けるって思ってそこでね、ツアーを組んだんでしょうから、それは本当に確かな実力だと思います、ありがとうございます。そしてですね、なんと2025年5月28日に結成10周年を記念して新曲スパイシークイーンを配信リリースされました。おめでとうございます。こちらはどんな曲になっていらっしゃいますか？結成10周年のタイミングで、出したんですけど、実はそこに向かって全部作り始めていたわけではなくて、この直前に3月4月でアメリカツアーを回ってたんですけど、その時に受けた刺激で作り始めたものを10周年にぴったりだねって話になってリリースしたんですけど、もう初期衝動とか、昔のことを海外に行けてなかった時代のことを思い出して作ったり、結構メンバー全員思い入れのがっつりある曲ができたなと思ってますね。なんか本当にツアー中に、ツアー中って本当毎日ライブとかあるんですけど、ちょっとこう2日間オフがあったりとか、そういう時、私はもう思いっきりショッピングとか行きたすぎて行くんですけど、祭りはもうちょっと曲作りたい、ちょっとやりたいみたいな。持っていくんですか？機材も。持っていきます。なんかいつ結構作ろうって思って作るとダメなタイプで、そうなんですね。なんか作る波が来た時にやらないと、すぐできるようにしておきたいですね。それは進まないタイプなので、もう全部持って行っておいて、そうツアー中なんかふと作ってみようって思った日があって、そこで作りました。じゃあ土台がそこから始まって、みんなで組んで、そのツアー中にもちょっと話したりとかしたんですか？その曲をみんなで聴いてとか。やりました、もうこういう曲にしたいっていうのを、その時は楽曲面だったんですけど、歌詞はまだついてなかったので、こういう曲にしたいんだよねっていうのをみんなに伝えたら、これは10周年じゃないっていうのは結構満場一致で、その時素敵ですね。じゃあ最初はね、そういう曲に、その10周年の曲にしようと思ってなかったけど、いろんなその場で刺激を受けて、最終的にそこに一番ふさわしい4人が満場一致で、これだねって言える曲ができたと、わあすごい素晴らしい。さて、この番組は日本の音楽を海外へというコンセプトでお送りしているんですけれども、花冷えの皆さんは2025年7月、今月末ですねからアメリカやヨーロッパの各所を回る海外ツアーに繰り出します。いよいよですね、いかがですか、準備のほどは。いやもうなんか、それこそさっきも話してた3月4月もアメリカ行ってた流れもあったりするんで、なんかまたちょっとなんか名古屋行くくらいの感覚じゃないの言うねって言ったけど
なんか名古屋大阪行くぐらいに慣れました、そのぐらいに。もう最初は本当に長時間の飛行機とか、なんか15、6時間かかりますよね、日本からだと。こう環境の違いとか、ちょっとこう慣れない部分があったんですけど、3年目となると慣れるものですね。すごいなんかライブも楽しみなんですけど、やっぱご飯とか、いやそうですよね。楽しみ。私洋服買うのとかよくみんなとも行くんですけど、なんか買い物とかも大好きなんですよ。最高ですよね。それがもう今からどこのお店があるかを今ちょっとチェック中って感じですね。わかる。何買うかとかも考えてる。抜かりなく行きたいですもんね、せっかくこんなに回るならね。いや私も実はオーストリアのウィーンに小さい時住んでたことがあったので、ウィーンにもね、行かれたことあると思うんですけれども、特にそのなんていうんですか、ヴィーナーシュニッツェルって食べたことありますか？ヴィーナーシュニッツェルって言ってウィーンのカツレツ。どういう、カツレツは多分ないですね。そうか、ちょっとぜひ今度食べてみてください。ヴィーナーシュニッツェル、ヴィーナーウィーンのシュニッツェルっていうか子牛のカツレツなんですけど、ちょっと薄めのやつでめっすちゃごい美美味しい味しいんですよ、本当に。でもなんか聞いたことあるかもしれないです。本当に。なんかホイリゲってわかりますか？ホイリゲっていう、レストランの種類なんですけど、オーストリアとか、ドイツにもある割とテラス席でみんなでビール飲める場所みたいな、ワインも全然お酒も飲める、あそこでだいたいウィーンだったらヴィーナーシュニッツェルとなんかこんなどでかいジョッキのビールみたいな、そういう感じ。カロリーなんて気にしないぜみたいなセットがだいたいあるので、ちょっとよかったらそれも食べてみてほしい。ビールに合いそうですね。なんですよ。ちょっと食べたい。ウィーンでオフを作ってくれない？なかなかなスケジュールですもんね。どこを今回回るんですか？今回はでも、夏のフェスツアー、ヨーロッパのフェスツアーは、ドイツ、ポーランド、スイス、イタリア、スペイン、チェコ、ハンガリー、セルビア、スロベニア、オランダですね。わあ、またすごいですね。ほぼヨーロッパ横断ですね、これは。ですね。どこゆきなさん的にはどこのお店行きたいと、この国だったらここ行きたいみたいなのあります？大好きなのは、アメリカのアーバンアウトフィッターズっていう、なんかいろんなタイプの洋服が結構置いてあって、雑貨とかも置いてあるんですよ。なんかレコードとかも置いてあったり、なんかそういうそこのすごい服がすごいタイプだったり、ヨーロッパだとマンゴーとか。マンゴーめっちゃ好き。何でしたっけ、マンゴーって？なんかちょっとザラみたいな、そうだ個性的なザラみたいな柄がちょっと個性的だったりしますよね。カラフルなザラみたいな。わかります。いいですね。そうですね。あとローカルなやっぱチェーン店じゃない街にある古着屋さんっぽいのとかもいっぱい行きたいですね。いいですね。まつりさんはどこか注目してるポイントあります？私はヨーロッパだと前にフランスに行った時に、すっごい可愛い雑貨屋さんが、わーって並んでるストリートがあって、ちょっとお店の名前まで覚えてないんですけど、確かエッフェル塔の割りかし近くだったと思うんですけど、そこにもう一回行っていろんな雑貨買いたいなって思って。確かにそれは行きたい。絶対可愛いですよね、あっちの雑貨って。コーヒーカップのお皿だけ買って帰ってきちゃったんですよ、前回。可愛い。コップ買えばよかったみたいな。今セットのやつ。確かに下だけとりあえず、下だけなんか小物置くのに指輪とか置けますもんね。でもやっぱコップも欲しかったな。でも次行ったらあるんじゃないですか。ちょっとそこも見てみてください。だしきっとあれですよね、 SNS ね、皆さんご自身でされてますから、ファンのみんなからしたら多分いろんな、なんていうんですか、もちろん楽曲だけじゃなくてもう国にもだんだん詳しくなられてるかもしれないから、それぞれのなんかきなちゃんはここに行きたいんだとかここゆきなスポットだみたいなそういう風になってくるかもしれないですよ。でもなんか一回 SNS で先ほど言ったアメリカのアーバンアウトフィッターズっていう洋服屋さんの写真をなんか SNS になんか送られてきてて、ゆきなが好きな店だみたいな。チェックされてる、やっぱりファンはすごいから結構伝わってるんだみんなにと。しかも
しれっと今日私上下アーバンってえ言ったんですよ。可愛いですめちゃくちそうじゃゃタイガーのねワンポイントの T みシャツんないっぱい買ってねうん本当にいいですね。怖いです。楽しみだけど怖いです行くの。スーツケースもう一個増えて帰ってきたりとかするじゃないですか。ねえありがとうございます。ちょっとまあそういうねオフの日の話ももちろんそうですけど、実際にその海外でパフォーマンスをしてみてやっぱり日本とちょっと違うだったりなんかすごく印象的だったなっていうことがあったらそっちもちょっと伺いたいなと思うんですけど、いかがですか？そういう国があったとかありますか？結構国によって反応違うなとは思ってて、ヨーロッパ、アメリカ、日本、はいオーストラリアとか、あとまあアジアも行かせてもらったりしてるんですけど、特にでもヨーロッパの中でもさなんかさ結構イタリアはさやっぱこう情熱的だったすごいり熱量あったよが本ねなんか当にすごい。なんか火がなんかどっかから出てるんじゃないかぐらいなんていうんですか熱量熱いなんかもうおーみたいなこう確かにポーランドも結構そうなんだね。そっちだったんですよ意外かもポーランドそうなんですよ、うん私も意外だなと思ったんですけど、うんなんかサウナみたいな相当なん結構ヨーロッパサウナ率高いんですよ、フロアがそうなんですね。もうちょっとジメジメしてうんみんなの熱気がはもうみんなが帰った後も残るぐらいのあ熱量がありますし、やっぱぱドイツとかはねうんもう重たい音楽が大好きなので、みんな硬派な楽曲が結構刺さってくれ確かたり、に曲によって好みというかやっぱ盛り上がりが違いますね。はあ、じゃあドイツだったらこの曲入れとこうとか、はい瀬戸りも変わるってことですか？変わります変わりますねわあ、そうなんだ、面白い。アメリカも東と西で雰囲気違ったりしますそれを毎回皆さんで瀬戸りとか組んでいくんですか？あ自分たちで決めてってそっか、じゃあこの国だからとか、まあ、MC のタイミングだったりとかもはいちょっと決めたり、はい変更したりして、面白い。なんかこう何度か回るようになってきて、はいそれがちょっとずつ分かってきたんですけど、なんか最初初めて行った時は結構なんかお客さんも私たちもこう顔色伺いながらやるみたいな、なんかそうだね。おーみたいななんか感じあったんですけど、今は、まあ、その曲によって反応は違えど、なんかすごい日本のフロアと似てきてるなというか、それも感じます。盛り上がり方とか、まあ日本でのライブの映像とかね見てくださったりとかしてたりするのかもしれないですけど、日本でのその盛り上がりの一番特徴みたいなのって何ですか？日本はとにかくサーフが多いです。あ、そうなんだ。人の上をこう、衝動的に泳いでこうステージの方に行くっていうのが、そうなんですね。多分ヨーロッパアメリカと比べても相当多いと思います。意外ですね。しかもどこよりもみんなやっぱ顔つきが、半端ないです、日本はもう必死にもう、そういう意味ではやっぱ情熱的だよね、日本も。確かにものすごく。そうなんですね。意外でした。よくね、日本はやっぱりちょっとなんていうんだろう、恥ずかしがり屋な文化とか言いますよね。言ったりしますよね、国民性的にみたいな。でもサーフが一番多いんですね。そうですね、一番多いですね。面白い。そうなんだ。確かに行動派なのかも。じゃあそういうこと。意外とね、でヨーロッパは結構やっぱ歓声はもうなんか確かに声のボリュームはやっぱりすごいですね。すごいリアクションがかなり大きいですね。一緒に歌ったりとかもね、ヨーロッパ、私もドイツで一度ライブしたことがあるんですけど、やっぱりドイツの方々は知った瞬間みんな歌ってくれる、同じように日本語でも何でもなんかこれかなみたいな感じで歌ってくれるアティチュードをすごく感じたんですけど、いやありますあります。なんかこうみんなで歌えるとこもそうですし、なんかめっちゃ私が超ラップしてるところとかを結構早いところをなんか女の子も男の子もみんなパパパパパって一緒に歌ってあんた歌えんのみたいな。しかもちゃんと歌ってるんだよね。そうなんですよ。こうノリじゃなくてめっちゃ口動いてて、日本語でそうなんですよ。日本語で私がラップしてるとこ、もう普通に完璧に歌ってるんで、すごいびっくりしましたね。そうなんだ。
いややっぱすごいですね。国によって全然違いますね。違いますね。いやでもなんといってもですよ、ちなみに10月から、はい、さらに、全22公演のヘッドライナーツアーも控えていらっしゃるということで、はい、はい、これちょっと今手元に資料があるんですけれども、すごいスケジューリングですね。こちらはそうですね。2025年10月31日にイギリスから始まって、そのちょうど1ヶ月後11月30日にスペインで終わるんですけれども、イギリス、アイルランド、フランス、ベルギー、オランダ、ドイツ、もうとりあえずだからやっぱりヨーロッパをまた行くんですよね、これはね。でオーストリアもありますね。あ、そうです。はいあります。すごい。なんかでも今回は結構イギリスが多めというか、なんかイギリスも初めてのツアーの時はヘッドライナーでなんかちょこっとやったんですけど、はい、一番最後の公演そうだよねかな、なんですけど、去年はフェスでしかイギリス行けてないので、なんか久しぶりで、アイルランドとかも初めて行きますし、ハンガリーも初めて。ハンガリー初めてだと思う。本当にハンガリーはすごく素敵な場所ですよ。うわー楽しみ。一個だけ私的おすすめがあって、はい、これ食べ物なんですけど、はい、ポガーチャっていうメモしないポガーチャこれ本当になんだろうな、手のひらに全然収まるくらいの、それよりもちょっとちっちゃいサイズの、マフィンみたいな、パン屋さんでよく売ってるものなんですけど、チーズをなんかその主な材料としていて、人によってはビスケットだっていう人もいるんですけど、本当にちょっとね、ちょうどいいしょっぱさと甘さ、いいですね。スコーンみたいな感じですか。ああいうちょっとなんか口の中の水分持ってかれる質量高めの粉系の小麦粉系のやつ大好きなんですよ。本当に多分ちょっとお店によってはなんかふっくらしてるのもあった気がするんですけど、でもそうまさにちょっとスコーンっぽさもちょっとあって、食べたい。これハンガリー人のちっちゃい時ね、親友がハンガリー人だったんですけど、その子に教えてもらって、めっちゃ食べて太りましたけど、じゃあそれだけ気をつけます。それだけちょっと気をつけてもらって、でも本当にちっちゃいからいっぱい食べれるんで、ちょっとぜひそれもよかったら食べてみてください。楽しみです。すいません、私の小話を入れたところで。ありがたいです。いやこの22公演どんなツアーにしたいですか、お二人とも。さっきゆきなも言ってたんですけど、UK ツアーをがっつりやるっていうのは初めてなので、ちょっと楽しみさもあり、どういうフロアになるんだろうっていうのをちょっと思ってて、やっぱその2023年に行った1回ワンマン、以来ワンマンで行けてないので、今行ってどういう反応になるのかっていうのがすごい楽しみですね。確かに、実際ね、最初の方はその SNS でその海外の方からのコメントを読んで、なんか、聞いてくれてるんだなで当時は終わってたっていう風におっしゃってましたけど、多分今さらにね、私もYouTube 拝見させていただいて、本当にいろんな言語のねコメントがあるわけですけど、もちろん英語もいっぱいありましたし、なんか UK に来てよみたいなコメント私本当に今朝たまたま見つけて、なので今そのお話を伺って絶対みんな待ち望んでるんじゃないかなと思いますけどね。なんか本当最後のイギリスの最後の公演だったんですけど、ソールドアウトしてすごいなんか思い出に残ってるというか、なんかやっぱこの初めての海外ツアーがヨーロッパだったので、の一番最後のイギリスはなんかこう達成感と、なんか味わったことない感覚がすごい思い出として残ってたんで、バカみたいに暑かったし暑かった本当に暑かったね。もう床もステージの床もなんだろうね、濡れてた。なんかとにかく水分がすごくて滑ってみたいなぐらいすごいもう激アツだったんですけど、それがやっぱあるんで、ちょっと今回もそれを超えるようなツアーにしたいですね。他の国もいいですね。ちょっと楽しみですね。はい、ありがとうございます。あっという間にちょっとお別れのお時間となってしまったみたいで、ただゆきなさんと松井さんには来週も登場していただいて、いろいろお話を伺っていけたらと思っておりますので、よろしくお願いします。最後に花火へお知らせがあればお願いします。はい、8月25日に発売される花火へ初のアーティストブックが発売されます。おめでとうございます。
一応これは10周年記念ということで作ろうかってなったんですけど、メンバーの普段 SNS にも載せてない姿だったり、貴重ですね。ツアー中の風景だったり、こう歴史、花冷えの歴史をたくさん知れる一冊に仕上がってると思います。あとスコアも初めて作るんですよ。はい、今まで出したことなくて、それとなんか化粧品とか衣装のこととかだから、なんかいろんな方面の方が見て楽しんでもらえるんじゃないかなと。すごいスペシャルブックですね。はい、聞いただけでワクワクしちゃいます。やっぱ女子は気になりますよね。今日もメイクすごく素敵だった2人ともそのチーク何すごい綺麗ってちょっと思っちゃってたのでぜひそれを見てねちょっと参考にさせていただければと思います。ファンの皆さんもぜひ楽しみにしていてください。今夜のゲストは花冷えのボーカルゆきなさん、そしてギター&ボーカルのまつりさんでした。ありがとうございました。来週もお願いします。